今日は神奈川県横浜市のセンター北駅にやってきたのだ。横浜市営地下鉄ブルーラインが通っていて、横浜駅へは乗り換えなしの1本。同じ路線で新横浜駅にも出られるので、新幹線を使うお出かけにも便利な立地なのだ。ここは横浜市都筑区。計画的に作られた町、港北ニュータウンの行政と商業の中心になっているエリアです。住宅地のイメージがあるかもしれませんが、実は大きな商業施設がいくつも集まる町なんです。でもこの町、実はもう一つそっくりな駅があるのだ。それがお隣のセンター南なのだ。名前も北と南でそっくり。駅前の作りもどこか似ている双子のような町なんです。しかもこの2駅、横浜市営地下鉄のブルーラインとグリーンライン、2つの路線がどちらも止まります。歩いても10分ちょっと、800メートルほどの距離です。今日はそんなセンター北とセンター南、2つの駅の周辺を散策してみるのだ。時刻は午前10時半。平日ということもあって人はまばらです。それではセンター北から散策スタートです。駅前広場に出て最初に目に飛び込んでくるのがビルの上の観覧車。センター北のシンボルともいえる存在なのだ。あのビルがモザイクモール港北ショッピングモールの屋上に大観覧車がそのまま乗っているんです。観覧車は地上67メートル、直径45メートル、1周およそ12分で料金は1人400円です。晴れた日にはみなとみらいや富士山まで見えるそうですよ。乗り場はモールの5階からなのだ。一人で乗るにはまあまあのハードルがあるから乗らなかったけど、モールの中もお邪魔しましたが、吹き抜けのおかげでモール全体が明るく感じました。それにしてもこの駅前広場広いのだ。段差もなく平らで空までやけに広く見えるのだ。よく晴れていたのもあって開放感は抜群でしたね。その広場の正面にモザイク模様みたいな外観のビルが建っています。最初あれがモザイクモールかと思ったら違うビルだったのだ。モザイク柄なのにモザイクモールじゃないっていう。あちらはプレミア横浜地下1階地上7階の駅前複合ビルです。バーガーキングやカラオケ、ゴルフのレッスンに学習塾なんかも入っていて、買い物というより地元の人の暮らしに寄り添うタイプの施設ですね。そのビルの前には芝生の広場もあるのだ。ただ今は養生中でした。7月中旬から再開みたいですね。普段は子供の遊び場やイベント広場になってるみたいです。駅前広場は木がたくさん植えられてるおかげで公園のような雰囲気もあるのだ。車も入ってこないのでのんびり歩けるんだよね。ベビーカーを押した家族連れもよく見かけるのだ。小さい子を連れて歩きやすそうな街なのだ。この辺りは子育て世代に人気と言われていて、歩いてみると納得の雰囲気です。そして駅を出て右手側すぐにあるのがセンター北シンボル広場。こちらは階段状の広場になってるんですね。下ったところにあるのはステージなのかな。噴水にもなってるそうですが、この日は水はありませんでしたね。さっきの芝生広場といい、こちらの階段広場といい、いろいろイベントをやりやすそうな場所なのだ。次は遺跡公園の方へ向かうのだ。右手にあるのはノースポートモール港北です。ドンキやニトリ、ユニクロ、それにイオンシネマなど100店舗以上のお店が入ってます。実は無印によってちょっとお買い物してたのだ。センター北は住宅街って思ってたけど、こういうショッピングモールが駅前にいくつもあるのに驚きなのだ。遺跡公園はノースポートモールから道路を挟んだ向かい側にあるはずなんですが、左手側はずっと背の高いコンクリートが続いてるのだ。地図上だとこの壁の上が遺跡公園だと思うんだけど、どこから上がるんだろうね。とりあえずまっすぐ行ってみるのだ。どこかに入り口があるはずなのだ。ここでこれから回るエリアを軽く紹介しておきましょう。この辺りは弥生時代の遺跡を復元した大塚最勝戸遺跡公園と、その近くには横浜市歴史博物館があるんです。弥生時代の村に古民家に博物館、丸ごと歴史を楽しめるゾーンになってるのだ。下調べしてる時に駅のすぐ近くに大きな遺跡と大きな博物館があるのに驚いたね。これはぜひ行かねばと思ったのだ。正面に歩道橋があるね。もしかしたらこれを上がったら遺跡へ行けるのかも。
コンクリートの壁と高さ的にはぴったりなのだ。登って左側を見るとようやく到着しました。大塚最勝戸遺跡公園なのだ。今からおよそ2000年前、弥生時代の村とその人たちのお墓の跡を復元した公園です。入り口付近は緑あふれる森林公園って雰囲気なのだ。公園の入り口すぐから見事な竹林が広がってるのだ。この竹林の奥に2つの遺跡があるんです。一つは大塚遺跡、弥生時代の中期、周りを堀でぐるりと囲んだ村の跡で、当時はおよそ100人が暮らしていたと考えられています。今は竪穴住居や高床式の倉庫が復元されていて、当時の集落の姿がそのまま再現されているんです。そしてもう一つの最勝戸遺跡はその村に暮らした人たちのお墓の跡なのだ。方形集工墓といって、四角い盛り土の周りを溝で囲んだ形のお墓で、その跡が見つかっています。暮らしていた場所とお墓の跡がすぐ近くに揃ってるのがこの遺跡の特徴なのだ。どちらも国の史跡に指定されていて、港北ニュータウンを開発するときに文化財として保存され、この公園として整備されました。遺跡抜きにしても普段のお散歩にも良さそうな場所なのだ。しかも入園は無料なのだ。弥生時代が気になる人はぜひ奥まで歩いてみてほしいのだ。さらに奥には江戸時代の古民家鈴木民家園もあります。弥生から江戸までいろんな時代に出会える公園ですよ。遺跡公園を後にして博物館の方へ向かうのだ。と交差点の角に何か大きなものがあるのだ。でっかいゴリラがいるのだ。これは都築守くん。何なのかと思ったけど、交通安全のマスコットだそうです。元は恐竜の森というテーマパークにいたゴリラで、そちらが閉館した後、鈴木交通安全協会が引き取ったという経緯みたいです。インパクトはすごくあるのだ。遺跡公園から道路を挟んだ向かい側、そこに横浜市歴史博物館があるのだ。さっきの遺跡公園を屋外の展示とするなら、博物館はその室内版、遺跡公園と合わせてこの町の歴史をじっくり学べる施設です。地図上だとすぐ隣なんだけど、入り口がこの大きな道路に面してるわけじゃないから若干迷ったのだ。遺跡公園でも似たようなこと言ってたような。結局施設をぐるっと一周する形になったのだ。シンボルロードという通りの突き当たりに博物館の入り口があります。センター北駅からならまっすぐ向かえば正面玄関にたどり着きます。常設展示では今の横浜市の辺りに生きた人々の暮らしを6つの時代に分けて紹介しています。鮮土器、縄文の原始から弥生、古代、中世、近世、そして明治以降の近現代まで、およそ2万年分の横浜の歩みを一続きでたどれる構成なんですよ。さっき見た弥生時代の続きが館内で丸ごと見られるってことなのだ。映像で歴史を見せてくれる歴史劇場という小さなシアターもあって、当時の様子を分かりやすく楽しめます。常設展の観覧料は大人400円でした。それぞれの時代の模型もあったりして、館内も面白い作りをしてるし、大人でもわりかし楽しめるのだ。弥生時代の村から現代のニュータウンまで、センター北は横浜の歴史をぎゅっと体感できる街なんですね。あちこち歩いてたらそろそろお昼なのだ。気になってたカフェを覗いたらちょうどお昼時で満席。それならと駅前で見つけたラーメン屋さんに入ってみるのだ。よってこやセンター北相対店。センター北駅から歩いて1分ほどの場所にあります。遠くからでも黄色と赤の看板が目立ちますね。帰ってから調べて驚いたけど、ここ京都ラーメンのお店みたいなのだ。だけどこの店舗はネギラーメンを看板にしたスタイルになってるみたいです。京都をどこにもアピールしてないから全く気づかなかったのだ。それはそれとして、注文したのはもちろんネギラーメンと肉キムチのご飯がついたネギラーメン肉キムチセットなのだ。たっぷりのネギに背脂も浮いて美味しそう。いただきます。美味しい。でもスープなんだか独特な味なのだ。これが京都ラーメンの特徴だったりするのかな。それに背脂のおかげかコクもあるのだ。麺は細めだけどしっかりコシがある感じなのだ。上に乗ったネギはシャキシャキでいいアクセントになってます。
そして卓上のニンニクと特製のからし味噌、味変がアピールされてたので入れてみるのだ。とびっきり美味しくなったのだ。このスープにめちゃくちゃ合うのだ。味変で一気に化けた気がします。最初から入れたいくらい。セットのご飯の方はチャーシューは見た目通りの味なのだ。正直に言うとキムチは甘くてちょっと好みではなかったかな。でもラーメン自体は味変まで含めると満足度の高い一杯でした。味変したラーメンはめっちゃうまかったのだ。お腹も満たされたところでいよいよセンター南へ向かうのだ。2つの駅をつなぐのが水北ウォークという遊歩道なのだ。センター北とセンター南を結ぶおよそ 800m の歩行者用の道です。道の両側を高架の線路が並んで走ってるのだ。片方がグリーンライン、もう片方がブルーラインなのだ。実はこの2つの路線が揃って通っているのはセンター北とセンター南、この2駅だけなんです。途中で早淵川という川を渡るのだ。川の色はなんとも言えない感じなのだ。汚いって感じではないのだ。橋のたもとにはお地蔵さんもいました。綺麗に清掃されてて地元の方に大切にされてるのが伝わってきますね。ところで水北ウォークって名前だけどずっと広々した道が続くわけじゃないのだ。横断歩道でちょこちょこ区切られる区間もあるのだ。センター北と南をつなぐ遊歩道っていうよりもセンター南から北側に伸びてる遊歩道という印象だったね。さてと、このまま進めばもうすぐセンター南の駅前です。駅前は商業施設が広がってるわけではないんだね。落ち着いた場所なのだ。これは後で分かりますが出口の問題ですね。これから向かいますが反対側に商業施設は広がっていました。天井がすごく高いのだ。大きな建物の中に駅がすっぽり収まっているような作りなんだね。高い吹き抜けに向かってまっすぐ長いエスカレーターが伸びています。左右の大きな柱も含めてなんだかダンジョンの入り口みたいなのだ。登った先に何が待ってるんだろうってちょっとワクワクするのだ。地下鉄だけど改札は登った先にあるんだね。そういえばさっき通ってきた水北ウォークは上に線路がかかってたもんね。そして長いエスカレーターを登りきった先に改札とセンター南の駅前広場が現れるのだ。すっきりとした広場にいくつもの商業施設、センター北を思わせるようなこちらも綺麗な街並みが駅前に広がっています。センター南に入ってきたところが地味だったから南は大したことないのかなと思ってたんだけど、こっち側の出口がセンター南の本気だったのだ。駅前広場に出てすぐの場所に見える商業施設がサウスウッドです。このサウスウッド、実は日本で初めての耐火木造の大型商業施設なんです。耐火木造、なんだか強そうな名前なのだ。火に強いように特別に加工した木材で建物の柱や梁を組んでいるんです。普通これくらい大きな建物は鉄骨やコンクリートで作るものですが、ここはあえて木を主役にした珍しい建物なんです。木造って聞くだけでなんだか温かみを感じてくるのだ。他に駅前の港北東急には映画館109シネマズ港北もあるんですね。センター北の4シネマと合わせて双子の駅に1つずつ映画館が揃ってるのだ。そして広場の先に目をやるとお城みたいな白い建物があるのだ。ディズニーのお城みたいなのだ。これは本当何なのかと思ってたけど結婚式場でした。駅前にこういうのがあるのは初めて見ました。広場には木のデッキを敷いた段々のスペースもあるのだ。センター北にも階段状の広場があったけどこっちは木の温かみがあるのだ。帰りに寄った時はたくさんの子供たちの遊び場になってましたね。近くに図書館があるので寄ってみるのだ。5分ぐらい歩いたところにあるみたいなのだ。背の高い並木がまっすぐ続いていてすっごくおしゃれ。ドラマに出てきそうな場所です。図書館というか区役所も一緒の建物なんだけど役所までの道のりがめっちゃ雰囲気いいのだ。車が通ってないってのも大きいのだ。そしてこちらが横浜市立都築図書館です。公会堂も入ってるのでここで音楽演奏もしてるみたいですね。役所の建物なのに美術館みたいな外観なのだ。
大きな窓のところは喫茶スペースになってて、上品な雰囲気まで出てるのだ。肝心の図書館ですが、そこまで広くはないんですが、敷地の割に本がたくさん並んでいて、席もスペースをうまく使って結構多めに用意されていました。これならゆっくり本を読んで過ごせそうなのだ。曜日によっては夜7時まで空いているので、お仕事帰りにも立ち寄りやすい場所だね。センター南はお買い物の街というだけでなく、区役所や図書館が集まる都筑区の行政の中心でもあるんですね。ここまでたくさん歩いたので、駅前に戻って一休みするのだ。サウスウッドの1階にあるカフェにお邪魔するのだ。サルタヒココーヒーですね。東京恵比寿で生まれたスペシャルティコーヒーの専門店です。センター南のお店は2026年5月にオープンしたばかりのお店なんです。サルタヒココーヒーってペットボトルとかのコラボ商品は飲んだことあったけど、お店で飲んだことはないのだ。だからちょっと気になってたのだ。店内は席が多めですけど、駅前だからかやはり人は多いですね。注文したのはアイスカフェラテなのだ。少し苦みが残るけど後味はすっきり、すっと飲めるラテなのだ。たくさん歩いた後の一杯生き返ります。体力も回復したことだし、次は丘の上にある公園に向かうのだ。歩いて10分ほどなのだ。茅ヶ崎城址公園ですね。その名の通りお城の跡なんです。と言っても天守閣や石垣があるわけではありません。今からおよそ500年前、室町から戦国の頃にあったお城の跡なんです。センター北で遺跡に行ったし、センター南でも遺跡っぽいものに行こうと思ったのだ。でも木々が生い茂ってるばかりの場所なのだ。ところどころに案内板はあるものの、観光で来るには物足りない場所かも。正直ここが昔お城だったと言われてもピンとこないのだ。でもここは紛れもなく本物のお城の跡なんです。石やコンクリートではなく、丘の地形そのものを生かして土を掘ったり盛ったりして作られた城でした。だから建物は残っていなくて、当時の地形だけがこうして公園として残っているんですね。じゃあこの林や地面の凸凹そのものがお城の名残ってことなのだ。そう聞くとただの丘がちょっと違って見えてくるのだ。というわけでセンター北からセンター南まで双子のニュータウンを歩いてきたのだ。どっちの町も大きな商業施設がいくつもあって、暮らすにはとても便利そうなのだ。住宅街のイメージで来てみると、その充実ぶりに驚くかもしれませんね。今回は訪れませんでしたが、どちらの駅も周囲に公園がいくつもあって、公園に囲まれた街でもあるんです。映画館もセンター北に4シネマ、センター南に109シネマズと両方に揃ってるのだ。それに天然温泉施設も北側と南側に2カ所あるんですよ。いろいろなものがペアで揃っているのが面白いところですね。街並みも綺麗だし、暮らすとなったらこれほど便利で楽しい街もなかなかないと思うのだ。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。